皆様いかがお過ごしでしょうか。ウシャスライムでございます。というわけで今回はズブズブキーボードコレクション2024サマーということで、先日僕の X のアカウントにて皆さんが普段愛用しているキーボードのお写真を募集したところ、非常にたくさんのねキーボードをお送りいただくことができましたので、今回はそんな皆さんの自慢のキーボードというものを楽しく見ていこうかなというふうに思っております。そしてですね、先ほどもお伝えした通り、今回非常にたくさんのご応募をねいただきましたので、こちらのズブズブキーボードコレクションについては2部構成でお送りしたいと思います。まず一つが既製品部門、家電量販店だったりオンラインストアだったりで完成品として販売されているキーボードたちをまずはまとめて見ていきます。既製品とは言いましたが、今すぐ購入できるとはね限らないので、そこはねぜひお気をつけください。そしてもう一つが自作キーボード部門、それこそ、購入して自分で組み立てをしたりハンダ付けをしたり、あるいは自分で設計をしてみたりなんていうね、大変沼の深いキーボードたちというのをまとめて見ていくという形で、お送りしたいと思います。とはいえね、2本の動画に分けるわけではないですので、ぜひぜひどちらもね楽しんでいただければと思います。なるべくテンポよくサクサクと見ていきたいと思いますので、どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。ということで、まずは既製品部門から見ていきましょう。まずはこちら、春巻さんからお送りいただいたキーボード、メルギークモジョ68ローズ。紹介文もね、お送りいただきましたので、見てみましょう。ガスケットマウント搭載のキーボードが欲しくなって探していたところ、見た目に一目惚れしてしまいました。メルギークモジョ68ローズです。プラスチック製の筐体とは思えないほど打鍵感が心地よくて気に入っています。ライティングとかソフト入れるのめんどくさくて。ということで、こちらのキーボード、暖色系の、オレンジっぽいね、カラーのキーキャップに本体のケースが透明というね、非常に個性的でかつねおしゃれなビジュアルをしています。しかもこれでね打鍵感もいいということでね、これめちゃくちゃ気になりますね。ちなみにこのキーボードをね手前に添えてあるフィルコのねリストレストなんかもこれオレンジで揃えられています。オレンジ好きにはたまらないキーボードになっていますね。続いてはエドワード・グリエフさんから送っていただいたキーボード、ニューフィーエア96。紹介文もお送りいただきましたので、見てみましょう。以前部屋紹介にてお世話になりました。現在はニューフィーエア96を使っております。会社でのリモート業務が終了となり、出先でも作業しやすい環境を作りたいと思い乗り換えました。やろうと思えば損失スタイルもでき気に入っています。ということで、こちらのニューフィーというキーボード、ロープロファイルというね薄型のキーボードでありながらもかなりね打鍵感がいいと評判になっていたやつですね。最近家電量販店なんかでもね展示されていることがあるので、ちょっとね触ったりしてみたんですけど、なかなかねいい感じなんですよね。やっぱりねロープロファイルキーボードといえばね、とにかく薄いので持ち運びしやすいというのも嬉しいポイントですよね。それこそこんな感じで損失スタイルというには結構 PC からはみ出てはいますけれども、こんな感じで外出先でもね打鍵感のいいキーボードを使いながらね文字入力ができるっていうのはねかなりね嬉しいですよね。ということで、続いてログさんから送っていただいたキーボード、ウーティング 60H プラス。紹介文も送っていただきましたので、見てみましょう。ウーティング 60H プラスの純正ホワイトセットです。アルミニウムケースはかなりの重量があり高級感を感じられます。もちろんゲームでの使いやすさも申し分ありません。ということで、こちらのキーボードは直式キースイッチが搭載されているいわゆるゲーミングキーボードと呼ばれるタイプのアイテムですね。こちらのウーティング 60H プラス、通常版は黒いねプラスチックのボディにね覆われているわけなんですが、ウーティングからはですね、アルメズ60という純正のカスタマイズ用のアルミニウムケースなんかもね登場しているので、ゲーミングキーボードでありながらもめちゃめちゃにカスタマイズして使用することもできるというね、心をくすぐられるキーボードなんですよね。こちらもね真っ白なビジュアルになっていてかなりねテンション上がりますね。そんなウーティング 60H プラスについてはもう一方 0x ライスさんからもね、送っていただきました。こちらも、紹介文とともに見てみましょう。ウーティング 60H プラスモジュールをベースにした自作キーボードです。ウォルナット製のケースとサイドプリントのキーキャップを採用してシックで大人なルックスのゲーミングキーボードを目指しました。見えないところですが PVC もカーボン製のプレートを採用したりと自己満ゴリゴリで大変満足しています。ということで、こちらもですね同じくウーティング 60HE プラスというキーボードなんですが、めちゃくちゃ雰囲気がありますね。このウーティング 60H プラスモジュールというのはですね、60H プラスというキーボードのケースとキースイッチとキーキャップというものを取り外した、中のね基板だけが売っているみたいなねセットになっていて、まさに自分で好きなねキーボードのケースからキースイッチからキーキャップなんかを選んで、カスタムキーボードのような感じで使うこともできるアイテムなんですが、こちらはですねそんな基板部分をウォルナット製のね木のねぬくもりあふれるケースに取り付
けて、使用されているということなんですね。めちゃくちゃいいですね、これ。もはやね、ゲーミングキーボードとは思えないぐらいの落ち着いた雰囲気になっております。このね、ウーティング 61 プラスというキーボード、かなりこう、いろんなね、キーボードケースと互換性があるので、自分好みのカスタムキーボードを作るなんていう時にもね、結構活躍してくれそうなアイテムなんですよね。僕もですね、こちらのキーボードを使って、木のぬくもり溢れるね、自分だけのキーボードみたいなのをね、作りたいなって結構妄想したりします。ということで、続いては、K さんから送っていただいた、キークロン Q6 Pro 紹介文も送っていただきましたので、見てみましょう。うしゃスライムさん、はじめまして、はじめまして。いつも楽しく動画視聴しております。ありがとうございます。自宅ではキークロン Q6 Pro を使っています。最近キーキャップを初めて変更しました。だんだん沼に入っていく気がしてなりません。ワクワクしています。ということで、こちらはキークロンから登場している 65% サイズのキーボードになっています。しかもキーキャップをね、交換されているということで、このね、もうエンターキーがね、消滅して、ワンモアスイングキーがね、代わりにこう装着されているわけですね。キーキャップ交換ってね、ものすごく楽しいですからね。今までにこう散々ね、こう使い倒したね、キーボードであっても、キーキャップを交換するだけでね、まるで新品のキーボードになったかのようなね、この新鮮な気持ちで、またね、文字入力できるようになるので、キーキャップ交換ができるっていうのもね、なんかメカニカルキーボードの何よりの醍醐味ですよね。そんな、キークロンのね、キーボードなんですが、他にもですね、キークロンのね、キーボードをね、使用されている方いらっしゃったのでね、そちらも合わせて、ご紹介したいと思います。まずは、クラゲさんから送っていただいた、キークロン K4 Pro 実配列、紹介文も送っていただきましたので、見てみましょう。キークロン K4 Pro 実配列がお気に入りです。購入当時はまだ US 配列を扱える自信がなく、実配列で色々探していました。ワイヤレス、電気付き、かつフルサイズではないという私の欲張りニーズにバッチリ答えてくれました。US 配列を触るようになった現在でも愛用している一台です。ということで、こちらはキークロンのキーボードの中でも、キーボードのね、右端にテンキーが、搭載されているんだけれども、横幅自体はテンキーが存在していないテンキーレスサイズのキーボードと同じというね、一回りコンパクトになっている、サイズ感のキーボードになっています。やっぱりね、僕自身キーボードはコンパクトであればあるほどいいと思っているね、過激派なので、横幅キュッてなっているね、タイプのキーボード見ると結構ね、嬉しくなりますね。ということで、続いて、スノーさんから送っていただいた、キークロン V8、紹介文も送っていただきましたので、見てみましょう。Q8 の動画見て、アリス配列キーボードを知って、傾斜つけられる要素のあったキークロン V8 になります。カイルディープシーサイレントボックスキースイッチに変更したので、デフォの赤軸スイッチと比較して適度な重さと静音性が生まれました。ということで、こちらは、キークロンの中でも、アリス配列と呼ばれる左右のキーが逆ハの字型に並んでいるキーボードですね。こんな感じのアリス配列キーボードを使用するとですね、通常のキーボードよりもこう肩を開いたね、楽な姿勢で文字入力が行えるようになるので、ものすごくね、快適なんですよね。僕も以前にキークロンから登場している、アリス配列キーボードに関するね、動画も投稿しておりますので、よければね、合わせてご覧になってみてください。そして、オキシジェンさんから送っていただいた、キークロン K8 紹介文をね、送っていただきましたので、見てみましょう。うしゃスライムさん、こんばんは。こんばんは。こちらは現在愛用中のキークロン Q8 日本語配列茶軸 RGB ホットスワップ対応になります。ずっとメカニカルキーボードが欲しいと思っていたところ、先日スライムさんの動画にコメントでアドバイスをいただき、このキーボードでメカニカルキーボードデビューを果たしました。使い始めてからタイピングとパソコン作業が楽しいのなんの。ということで、こちらもキークロンから登場しているメカニカルキーボードなんですが、こちらは、比較的こうシンプルなテンキーレスキーボードという感じになっています。ということで、キークロンユーザーのね、皆さんからの投稿をまとめて、ご紹介したんですが、やっぱりですね、このキークロンというね、メーカーから登場しているキーボード、打鍵感はまあもちろんのこと、ビジュアルもね、かなり洗練されていて、キーボード沼のね、入り口として結構ね、ぴったりなんですよね。しかもね、最近は結構、このキークロンというね、メーカーから登場しているキーボードが、普通に家電量販店の店頭にね、並んでいて、触ることがね、できたりするので、皆さんもぜひ家電量販店に行って、お触りしてみてはいかがでしょうか。ということで、続いては、大玉ヒュージさんから送っていただいた、IBM エンハンスドキーボードモデル M ナンバー1390131紹介文をね、送っていただきましたので、見てみましょう。いつも配信を楽しく拝見しております。ありがとうございます。40年ものの既製品ですが、愛用キーボードは以下です。ということで、こちらのキーボード、めちゃくちゃ雑にご紹介するとですね、すっごい古いキーボードです。もはや骨董品ですよね。1980年代とか90年代くらいに作られたキーボードらしいです。もちろん今は製造されてないです。こちらのキーボードのスイッチには、バックスプリング式と呼ばれるものが採用されていて、どうやらね、今でもこの感触でなんかね、脳が溶かされている人がいるとかいないとかこう言われてるわけですよ。バックスプリング式というのはですね、こんな感じで、ね、すごく、わかりやすくお写真もいただいたんですが、スイッチの中にですね、バネがこう一本入っておりまして、キーをこうグッと押し込むと、こう中に入っているバネがですね、こんな感じでこう折れ曲がるわけですよね。皆さんもよかったらね、
適当なボールペンに入っているね、バネとか取り出してみてほしいんですが、バネをこう押し込むと、ある瞬間にこうグッとね、こう折れ曲がるわけですよ。このバネの折れ曲がった部分っていうのが、まさにこうね、スイッチを入力してくれるというようなね、構造になっているわけです。すごいですね。キーボードって40年使えるんだっていう驚きがあります。結構ね、こう根強いね、ファンがいるとかいないとかいう話をね、聞いていたんですが、本当にいましたね。ということで、続いては、UED ガンマンシーズン6さんから送っていただいた、フィルコマジェスタッチザクロ。紹介文もね、送っていただきましたので、見てみましょう。フィルコの分割キーボードを使用しています。一応サブキでニズもあります。ということで、こちらね、分割型キーボードと呼ばれるタイプのアイテムです。通常のキーボードって、1枚のね、板のような形状をしているんですが、それをですね、真ん中でこう、スパッとカットしたような形状をしているキーボードのことです。分割型キーボードってね、結構なんかニッチなアイテムで、手に入れるにはね、自作しなきゃいけないのかな、なんていう風にね、思うことも結構あるんですが、割と最近ですかね、このフィルコというね、メカニカルキーボードのブランドから登場しまして、かなりね、この分割型キーボードというアイテム自体がね、手に入りやすくなった感じがしますね。ちなみに分割型キーボードってこんな感じで、左右のキーボードにね、この距離をね、作ることができるので、こんな風に真ん中にね、何かしらアイテムをね、置くこともできるんですよね。こちらのデスクではね、こんな感じでトラックボールマウスが置いてあるという感じになってるんですね。続いては、グラジオラスさんから送っていただいた、アルティメットハッキングキーボード V2 というキーボードです。紹介文もね、送っていただきましたので見てみましょう。アルティメットハッキングキーボード V2 です。スイッチは、ドゥロック T1 シュリンプ。生粋のトラックポイントユーザーなので、トラックポイントが搭載されているキーボードは花から試していますが、市販のものの中では一番使いやすく感じています。配列はゆかり配列をベースに少し変更を加えています。ということで、こちらのキーボードも、分割型と呼ばれる真ん中で半分にカットしたような、形状をしているんですが、キーボードの右部分にですね、トラックポイントというものがこう搭載されているんですね。トラックポイントというのはちっちゃいこのスティックみたいなものをこうね、倒すことで PC 上でマウスカーソルを動かすことができるというもので、それこそノート PC のね、キーボード部分とか、あるいはね、最近だったら HHKB スタジオなんていうね、キーボードにこう搭載されていたりするんですが、この位置のトラックポイントすごい使いやすそうですね。文字入力をしていて、ちょっとこうね、親指を伸ばせばすぐこうマウス操作がね、できるようになるっていうので、結構これ気になりますね。ちなみに、こちらのキーボード配列として、ゆかり配列というものを、採用されているということで、キーボードの左手部分にですね、あ、お、え、い、うというね、母音がこう集結されています。これはすごい。続いては、メグさんから送っていただいた、レーザーハンツマンミニ。紹介文をね、送っていただきましたので、見てみましょう。レーザーハンツマンミニ使ってます。ライティングを推しのイメージカラーにして、ノートパソコンをパソコンスタンドで浮かせているので、キーボード部分に推しのクリアファイルを載せて毎日癒されてます。ということで、こちらは 60% というね、かなりね、コンパクトなサイズのゲーミングキーボードになっています。特にね、こちらのデスクでは、ノート PC をね、スタンドに立てかけて使用されているということなので、ノート PC 側のこの使わないキーボード部分を、この趣味のアイテム展示スペースみたいな感じでこう使っているということなんですね。いいですね。ノート PC で外付けキーボードを使う理由が一つ増えた感じがしますね。続いては、ゆうさんから送っていただいた HHKB プロフェッショナルハイブリッドタイプ S。紹介文をね、送っていただきましたので、見てみましょう。HHKB タイプ S を普段から使用しています。家とオフィスで使用しているため、松葉製作所のキーボードルーフ兼パームレストを使用しています。色のアクセントで桜キーキャップをつけています。ということで、こちらは、静電容量無接点方式キーボードという、まあね、独特な、こう、スコスコというね、感触を味わえるキーボードですね。特にこちらのキーボードについては、雪というね、真っ白な、モデルに桜色のキーキャップというものが装着されていて、ものすごくね、いいビジュアルになってるんですよ。このね、桜キーキャップというアイテム、確かこう、期間限定で販売されていたもので、もう今売ってないんじゃないかなと思うんですが、このね、桜キーキャップが出た時、個人的にピンク色のキーキャップがね、めちゃくちゃなんか心にこう、ぶっ刺さって、この桜キーキャップを使うためだけに、この真っ白なね、HHKB 購入しようかなと、割と本気で迷ったくらいね、この桜キーキャップというやつ、すごい気になってたんですよね。ちなみにですね、この手前に、添えてあるリストレストについては、なんと、お弁当箱みたいな感じで、こう、キーボードにね、被せてね、使うこともできるアイテムということで、大事なキーボードに埃が積もるみたいなことがなくなって、めちゃくちゃ嬉しいですね、これ。続いては、シヌスさんから送っていただいた、キネシスアドバンテージ360プロ、紹介文も送っていただきましたので、見てみましょう。自宅のサブデスクで使っているキネシスアドバンテージ360プロです。エルゴノミクスキーボードの分割ワイヤレスタイプで、親指に割り当てられるキーが多いところも気に入っています。ドゥボラック配列との併用で、手への負担がめちゃめちゃ軽減されました。別売りの PBT キーキャップとパームレスをつけています。こちらですね、かなりこう独特な形状をしていて、右手用キーボードとこう左手用キーボードをね、2つに分けられている、分割型キーボードではあるんですが、さらにそのキーボードそれぞれが
こう曲線を描いていて、しかもワイヤレスで使えるという、まさにね、これ要素もりもりの、キーボードになっているわけですね。そんな感じで、キーボード本体にこう傾斜をね、つけることができるので、かなりね、こう長時間文字入力をね、し続けていても、手首がね、痛くなってくる、なんていうことがなさそうで、ものすごくこれいいですね。しかも分割型でワイヤレスっていうのは本当に嬉しいですね。ちなみにこちらのキーボードについては、特にキースイッチをね、簡単に交換できるみたいな機構は備わっていないんですが、ご自身でこういろいろね、カスタマイズをしたことによって、どうやらホットスワップ化に、成功したということでございます。沼が深いですね。ということで、続いては、雨のち雨さんから送っていただいたバーミロ C メロディー紹介文もね送っていただきましたので見てみましょう。ハードオフでジャンク品の汚いバーミロ C メロディー1650円に出会って綺麗に掃除して今でも使っています。ということでこんな感じでキーボードがね全体的に青と白をねカラーリングになっているすごくねビジュアルがおしゃれでかつね2万円ぐらいする、キーボードだったと思うんですが、なんと1650円で転がっていたということなんですね。しかもねしっかり動作するということでこれはいいですね。これだからねジャンク品あさりはねやめられないってもんですよね。続いては 2g2G さんから送っていただいた、ローフリーフロー紹介文もね送っていただきましたので見てみましょう。こんばんは初投稿です。ウシャスライムさんのローフリーフローの動画を視聴し購入。以前はもっと薄いキーボードでしたが打鍵音に惹かれて今ではフローでなければ入力できません。沼は避けたいところですがカスタマイズが好きなのでウォーミアーのロープロファイルのキーキャップを購入一部変更しています。ということでこちらは、ロープロファイルというね薄型のメカニカルキーボードになっています。僕もこちらのキーボードね以前にこんな感じで、動画を投稿しているんですが本体がねものすごい薄いのにこのガスケットマウントというねメカニカルキーボードのクッションみたいなね機構ががっつりとこう採用されていてロープロファイルのねもう薄型のキーボードとはね思えないほどにめちゃくちゃね美しい打鍵感なんですよね。本当にねやばいキーボードなんですよね。こちらのキーボードについては、こんな感じでキーキャップもね交換されていてもともとはね黒一色とか白一色のねキーキャップになっているんですが 3,4 色ぐらいねカラーがあってかなり楽しい印象になりますね。隣にあるループデックにウシャスライムってアルファベットで書いてあります。すごいですねこれ。ありがとうございます。続いてはコヘさんから送っていただいたアーキスマエストロ 2S というキーボードです。紹介文もね送っていただきましたので見てみましょう。いつも楽しく拝見しています。ありがとうございます。アーキスのマエストロ 2S を愛用しています。今まで PC についてくるキーボードしか使ったことがなかったのですが自分でキーキャップを抜いたり交換できる楽しさにハマってしまいました。これからも動画楽しみにしています。ありがとうございます。ということでねまさにキーボード沼に落ちてしまった方からのねご投稿いただきました。もともと PC に付属してくるキーボードからいいメカニカルキーボードをね使ってみると感触がねまるで違うのでそのなんか衝撃というか未体験の感覚がですねもうこうなんか脳のねどこかの神経を焼き付けてしまってもうそこからこう沼から出られないみたいなことにねなってしまうわけですよね。ほんと恐ろしいですね。こちらのマエストロ 2S はこんな感じでテンキーがね搭載されているんだけれども、キーボード本体はテンキーレスサイズと同じくらいのサイズ感になっているというね感じのアイテムになっています。こんな感じでところどころねキーキャップがこう外してあるんですがおそらくね誤入力を防ぐためにね取り外しているんじゃないかなという感じですね。確かにね文字入力してる時にうっかりキャップスロックキーをなんか触っちゃって変換モードがね勝手に切り替わってたりする時めちゃくちゃ腹が立ちますからね。続いてはユサさんから送っていただいたドランクディア G65 というキーボードです。紹介文をね送っていただきましたので見てみましょう。ドランクディア G65 に静音化モッドプラスアルミケースプラス XVX グラデーショングレーキーキャッププラス一部サイレントキースイッチ変更して使っています。もともとラピトリキーボードの中では打鍵感は悪くなかったんですがアルミケースに変えたところ底打ちの安定感が増して離れられなくなりました。ということでこちらのキーボード直式キースイッチが搭載されているゲーミングキーボードというタイプのアイテムなんですが通常はですねこれプラスチック製のねケースがねこう採用されているんですが実はですねこれ純正のこのアルミ製ケースというものもこう存在しているんですよね。やっぱりねこのケースのこの素材金属なのかプラスチックなのかみたいなところでもちろんねビジュアルも変わりますけど、かなりねこれ打鍵感なんかもね変わってきますからね。最近のねなんかゲーミングキーボードって結構こうゴリゴリの、スペックが搭載されていても沼の住民向けになんかカスタマイズできるねケースとか、キーキャップとかいろいろなんか用意してくれたりするのでなかなかこう行きやすい時代になったなみたいな、感じがありますね。続いては全工程ゆうやさんから送っていただいた、ター
ートルビーチバルカン2テンキーレスプロ紹介文も送っていただきましたので、見てみましょう。いつも動画見させてもらってます。ありがとうございます。自分のは7月5日に出たばかりのタートルビーチのバルカン2テンキーレスプロです。ラビットトリガー搭載のゲーミングキーボードです。キースイッチがむき出しで薄いキーキャップが気に入っています。前作のロキャットバルカンテンキーレスプロから愛用してで新作のラピトリに乗り換えました。ということでこちら見ていただいている通り真っ白な、ゲーミングキーボードになっています。めちゃくちゃビジュアルがいいですね。しかもこちらのキーボードね、キーキャップがかなり薄めで、まるでね浮いているようなねビジュアルになっているところもねかなり特徴的ですし、どことなくなんかスッキリした雰囲気みたいなのがありますね。しかもこれでちゃんとね今流行りのラピッドトリガーというものが搭載されているらしいですから、性能もりもりです。続いてはサンガーさんから送っていただいたレイニー75プロ紹介文をね送っていただきましたので見てみましょう。淡いパステルブルーを基調とした優しい印象を持つデザインと雨のような優しい打鍵感、そして裏面の重りが綺麗で好みにドストライクだったので衝動買いしました。デスクの上はモノクロですが、このキーボードが淡く彩ってくれてるので気に入っています。打鍵感は滑らかすぎて戻れません。ということでこちらのキーボードなんですが、最近ね打鍵感がもうあまりにも良いと時折名前をね耳にしたりするんですよね。正直めちゃくちゃ今気になってます。しかもこのキーボードビジュアルもすごいいいですね。こんな感じでねキーボード本体が淡いブルーになっていて、キーキャップもね白と青とちょっと濃いめの青みたいな感じで可愛らしいねビジュアルになってます。これデスク上にね置きたくなりますね。そんなレイニー75というキーボード他にもね送ってくださった方がねいらっしゃいましたので合わせて見てみましょう。こちらは、平凡さんから送っていただきましたレイニー75ライトですね。紹介文をね送っていただきましたので見てみましょう。つい最近購入しましたレイニー75ライト。キーキャップはセラキーをつけてみました。これがとても気持ちいいコトコトした音になりまして気に入っております。ということで、こちらはですね同じくレイニー75の中でも、ライトというモデルになっているということなんですね。さらにこれセラキーというね焼き物でできたねキーキャップを装着されていて、まさにね黒い本体ボディに黒と白をねこのモノクロカラーのね配色になっていてなかなかいいですね。このセラキーというキーキャップ、僕もですね以前に動画でご紹介したことがあるんですが、かなりこのキーキャップ自体に重みがあって打鍵音もねすごく落ち着いたねサウンドになるので、この打鍵感がめちゃくちゃいいキーボードと合わせたらものすごいね心地いいのかもしれないですね。いやーこれちょっと気になりますね。続いてはみょみょみょさんから送っていただいたスバルボードアルファ、すごいビジュアルをしています。紹介文送っていただきましたので見てみましょう。元になったデータハンドと同様に RSI、手根管症候群などに効果があります。大加圧が約 20g で指の移動距離も短いため手に負担がかかりにくいです。僕は腱鞘炎とテニス肘を患っていますが、これを使い始めてから症状が改善しました。専用のカナ配列を作るくらい気に入っています。ということでこちらキーボードとは思えないようなね形状をしているアイテムなんですが、こちらですねこんな感じでまさに手の形にね重なるようにね設計をされていて、それぞれのね左右の手のこの指先に当たる部分にですねボタンがあり、それを取り囲むように4つ押せるバーのようなねものが配置されていて、まさにこれスマホのフリック入力みたいなイメージで1本の指で、全部で5つ文字を入力することができるようになっているというようなねアイテムになっています。現在ねこれ海外サイトでね販売されていて、一番ねシンプルなモデルをちょっと見てみたんですけども10万円超えてましたね。超高級アイテムでした。震え上がりました。続いては白紙さんから送っていただいたダキワン3ミニ紹介文をね送っていただきましたので見てみましょう。チャタリング知らん、時代遅れ知らん、俺はまだダッキーをこする、普段使いですでに不備が出ているが気にしない、俺はダッキーが好こなんだ。すごいなんか思想強めなね文章を送っていただいたんですが、こちら 60% サイズの、コンパクトなねキーボードになっています。こちらのキーボードすごいね特徴的なのがこんな感じで本体のねキーキャップをすべて組み合わせて1枚のねなんかイラストのようなねものが表現されているんですよね。これすごいおしゃれでいいですね。続いてはチウチンさんから送っていただいたボーテックスコア紹介文をね送っていただきましたので見てみましょう。ボーテックスコアに出会わなければ、40% キーボードを常用することはなかったと思う。過不足のないキー数、横ずれ配置、フルカスタム可能な MPC、マイナスキーを追加すれば日本語文書作成に不自由しません。設計の古さは否めないがハンダ作業不要の 40% キーボードとしては未だこれが一番使いやすいということで、こちらは 40% というねキーボードに存在しているこの横一列のね数字キーもねごっそり削り取ってしまって、もう本当にほとんどねアルファベット部分しかね存在していないみたいなね形状になっているキーボードです。まるで自作キーボードのようなねものすごいこれシンプルなビジュアルをしていま
ます。さらにね、こちらのキーボード、分割スペースキーが搭載されているので、これね、文字入力する際には、カスタムできるキーが増えてね、かなりね、これ使いやすそうですね。僕自身もね、現在 40% キーボードをね、酷使しながらね、生きているので、結構ね、このキーボードね、使いやすそうで気になるんですが、残念ながらこちらのアイテム、もうすでに販売終了していたんですね。復活してほしいですね。続いては、未来さんから送っていただいた、デッドラインスタジオ TPS40 というキーボードです。紹介文をね、送っていただきましたので、見てみましょう。デッドラインスタジオさんの TPS40 です。デザインに一目惚れして買いました。スイッチには HMX 製のものを使っているので、感触がすごく滑らかです。中の構造もカーボンファイバー製のスプリングなどを使っており、とても面白いキーボードです。打鍵感は中高音でマーブリーな音がします。ということで、こちらのキーボード、ビジュアルめちゃくちゃおしゃれですね。こちらもですね、40% キーボードというね、タイプのアイテムなんですが、かなりこれ横幅がキュッとね、コンパクトにね、まとめられていますね。白いこの無刻印キーキャップに、左上のこう、つまみ。シンプルなんだけど、かなりこう、デザイン性を感じるキーボードケース。これめちゃくちゃいいですね。これめちゃくちゃ欲しいぞ。ちなみにこれ、機器のお写真もね、これちょっといただいたんですけども、キーボードすごい映り込んでますね。1画面の中にこれキーボードがね、5つ映り込んでますからね。こちらのキーボードなんですが、打鍵感もね、かなりいいということで、マーブリーな音がするんだそうです。マーブリーな音って結構難しいですけれども、マーブルといったら大理石ですからね、かなりこれ上品なね、コトコトするような音、楽しめるんじゃないかなという感じがしますね。ということで、続いては自作キーボード部門。ここからもとんでもないこう沼の世界がね、広がっているわけですよ。一応ですね、僕自身もこれ動画を撮影するにあたって、投稿をね、目を通させていただいたんですけれども、まあね、すごい世界がね、広がっておりました。ということで皆さん、お覚悟を。まずは、プミさんから送っていただいた、野良猫 42GR というキーボードです。紹介文をね、送っていただきましたので、見てみましょう。いつも楽しく拝聴させていただいております。ありがとうございます。堕落猫さんの野良猫 42GRを愛用しています。40% かつ、このぐにゃっと曲がったグリーン配列がとても使いやすく、通常のキーボードに戻れる気がしません。ということで、こちらのキーボード、ものすごくね、特徴的なんですが、キーがですね、こう横一列ではなくて、ぐにゃっとこうなんかツールを使って、ちょっと下にグッて引っ張ったかのようなね、絶妙なこのカーブを描いているんですよね。これすごいなんか気になりますね。というのもね、我々のこの指の形状というか、まあこの手の構造ですよね。こんな感じでこう手をね、開いてみるとわかるんですが、この手を開いて、この指先のこの頂点ですね、ここをこう結んでいくとですね、まさにこの丸いこのね、カーブをこう描くわけですよ。なので、もしかしたらこんな感じでこうぐにゃっとね曲がっているような配列って、我々のこの自然状態のこの指に、すごくこうフィットして、かなりねこれ入力しやすいんじゃないかなという感じがしますね。実際にこれ試してみたいですね。すっごい気になりますね。ということで、続いてはマックスさんから送っていただいたココット46プラスというキーボードです。紹介文ね送っていただきましたので見てみましょう。いつも見てます。ありがとうございます。トラックボールとノブ付きのカラムスタッガード配列 40% キーボードコゴット46プラスを投稿させてください。中指トラックボールは精度抜群だし、ホームポジションから手を少なく動かすだけ。ノブは押すこともできて、可能性は無限大。クリックに使えるキーがあることもポイントです。ということで、こちらのキーボード、左右のキーがまるでね、こう逆ハの字を描くようにこう配置されていて、かつこの左右のキーの、真ん中あたりにこうトラックボールが存在しているということなんですよね。このね、トラックボールかなりね、これ、キーとの距離が近いので、ちょっとね、人差し指を伸ばしたり、中指を伸ばすだけですぐにね、触れられる距離感にあるので、すごくね、これなんか PC 操作しやすそうですよね。そんなココットというね、キーボード、他にもですね、同じキーボードね、使用されている方からね、送っていただきましたので、そちらも合わせて見てみましょう。こちら、タク0さんから送っていただきました。真ん中にトラックボールがね、配置されているこのココットシリーズのね、キーボードが2つあるわけですね。紹介文をね、送っていただきましたので、見てみましょう。いつも楽しく見ています。ありがとうございます。普段から愛用しているココットシリーズです。キーキャップはエルゴノミクス風の 3D プリンターでできています。ということで、特にですね、こちらの下にあるココット36プラスというモデルについてはですね、この真ん中のトラックボールマウスをそのさらに周りに、このスクロールリングという PC のウィンドウ上でこうスクロールをすることができる機構がね、こう搭載されているので、よりこれ使いやすそうですね。ちょっと触ってみたいですね、これね。もはやマウスはいらないかもしれないですね。続いては、ゆき W さんから送
送っていただいた Ergo68 というキーボードです。紹介文ね、送っていただきましたので見てみましょう。初心者セットで購入した Ergo68 を使用しています。キースイッチがガテロンデュアルレールルナープルーブスイッチで、キーキャップがグレーズドイエローキーキャップスを使用しています。勇者工房さんで試し打ちをさせてもらい、打鍵感が好きすぎてこのセットのキーにしています。ということで、こちらは分割型キーボードというタイプのアイテムですね。まさにね、こんな感じで、左手用キーボードと右手用キーボードという2つのね、パーツが存在しているので、こんな感じでキーボードの間にですね、iPad を置いたりとか、あるいは何かしらのね、メモのようなものを置いたりして作業することができるので、結構ね、分割型キーボードってね、はかどるね、アイテムなんですよね。しかもこの透明なキーキャップ、結構ね、いい感じのビジュアルになっていますよね。ちょっと使ってみたいですね。続いては、サリチルさんから送っていただいた OS1Goというキーボードです。紹介文ね、送っていただきましたので見てみましょう。私の自慢のキーボードは OS1Go です。お気に入りキーボード自体は他にもたくさんあるのですが、最近はこればかり使っています。打鍵感が非常にいいロープロファイルスイッチをアルミ削り出しケースに収めたキーボードです。両サイドの真鍮のバーと裏側の本革も大きな特徴です。ということで、めちゃくちゃかっこいいですね、このキーボード。キーボード本体はね、いわゆる 40% というね、サイズになっていて、かつ薄型のキーボードになっているので、これものすごくね、コンパクトなキーボードになっています。こんな感じでデスクの上に置いてみるとね、ちょこんとしてる、なんか可愛らしいね、雰囲気になりますね。そしてこちらのキーボード、すごいね、面白いのが、キーボードの T と W とかね、G と H とか、ね、B と N の間にですね、こんな感じで1列キーが存在しているんですよね。なので、まさにこれキーを入力する際に、左右のこの手の幅ですよね。これをちょっとだけこうね、広げることができるので、一枚板のようなね、形状をしたキーボードでありながらも、通常のキーボードよりも少しね、こう肩を開いた姿勢でね、キー入力がこうできそうなんですよね。すごいですね、これね。しかも、キーボードのこのスペースキー部分、4分割されています。欲張りですね。もう可能性無限大ですよね。変換無変換キーを割り当ててもいいし、レイヤー移動キーをね、割り当ててもいいし。いやー、すごいですね、これね。しかもね、おしゃれなんですよ、このキーボード。両サイドにはこの真鍮のね、ちょっと渋いカラーをしたね、アクセント部分があって、かつ裏側にはこれ本革がこう採用されているわけですよ。痺れますね、これね。こちらのキーボードについては、サリチルさんがね、なんと設計されているキーボードということでですね、販売ページもね、こんな感じで存在しているんですが、ハンダ付け不要って書いてありますね。神。現在はこれね、在庫切れなんですけれどね、もしもなんか今後ね、これ在庫がね、生まれるようなことがあったら、ぜひね、これ購入してみたいですね。ということで、ものすごいこれね、気になるキーボードなんですが、実は他にもですね、こちらのサリチルさんがね、手掛けたキーボードをね、愛用されているという方がね、すごくね、たくさん、いらっしゃいまして、実際にこれご応募いただいたので、こちらのサリチルさんがね、手掛ける、キーボードたち、ちょっとね、続けて見ていきましょう。まずはこちら、まなぶさんから送っていただきました、540R475 というキーボードです。紹介文をね、送っていただきましたので、見てみましょう。残念ながら間に合わなかったのですが、もしまだチャンスがありましたら、のために一応、ここのコメント欄にもいらっしゃるサリチルさんが設計されたキーボード、540シリーズの R475 の特注互換版タイプ M を専用アルミケースとともに常用しております。私はこのキーボードをある意味エンターキーが横長な 40% の実配列として使っています。あえて US 配列ではなく実配列であることにこだわることもできる。それが自作キーボードのいいところですね。これからもウシャスライムさんの動画を楽しみにしております。ありがとうございます。ということで、ファンの皆さんからのね、大変熱い声がね、僕のところにね、届いているわけですね。こちらのキーボードはですね、先ほどと同様、いわゆるね、これ 40% サイズで、かつ、ロープロファイルのね、キーボードになっているんですが、こちらについては、真ん中の一列というものがなく、オーソドックスなね、配列をしているキーボードになっています。特にこれ、ビジュアルとしては、英語配列キーボードというね、いわゆるこれ、エンターキーが横長で、かつこれね、スペースキーがちょっと長いというね、アイテムに見えるんですが、このスペースキーがですね、こう4分割されていることによって、一つはスペースとしてそのまま使う。で、その両サイドには変換無変換キーをこう割り当てて使うっていう感じで、日本語配列のね、いいところもこう取り入れつつね、使えるっていうのがものすごいいいですよね。ということで、ファンの皆さんからの熱いお声、まだまだね、ございました。続いて、藤子さんから送っていただいた N51GL というキーボードです。紹介文をね、送っていただきましたので、見てみましょう。すいません、うっかり寝てしまい、投稿が遅れてしまいました。もしまだチャンスをいただけるようでしたら応募させてください。私の自慢のキーボードはゴッホの名画、星月夜をイメージしてマーブルペイントを施した N51GL です。キーキャップやエンコーダノブまでこだわってカスタムし
しました。ということで、こちらのキーボードはですね、いわゆる 40% サイズのキーボードではあるんですが、かつですね、これ左右のキーが、逆ハの字型を描いているアリス配列キーボードのようになっているということで、要素もりもりですね。さらにね、こちら、左右のね、キーのちょうど分かれ目の部分にですね、こんな感じでつまみも搭載されているので、かなりこれね、自由度が高そうですごく気になりますね。ちなみにこちらのキーボードについては、ご自身でね、こうマーブルペイントをこう施されているということなんですね。星月夜って月とかなんか星がこうぐるぐるってなってる絵ですよね。なかなかこれド派手なキーボードにこう仕上がってますね。まさに唯一無二という感じですね。そしてもう一件、ユーザーの皆様からのこう熱いね、お声をこうね、賜っておりますので、こちらもね、ご紹介します。こちら、キリン社さんから送っていただいた NECD64SF V3 Pro 2というキーボードです。紹介文をね、送っていただきましたので、見てみましょう。私の自慢のキーボードは NECD64SF V3 Pro 2です。独自配列でとっつきにくく見えますが、普通のロースタッガードキーボードからの移行もすんなりできるくらい考えられた配列です。ということで、すごいですね。本当にものすごいたくさんのね、キーボードをこう手掛けていらっしゃるわけですね。自作キーボード界の英雄みたいなポジションにいらっしゃるんでしょうね。手掛けすぎですね。こちらですね、左右のキーが、逆ハの字型を描いている、アリス配列のようなね、形状をしているんですが、こちらはかなりね、キーの数がね、多めになっているんですね。それこそね、アルファベット部分の上には数字キーもあって、そしてこの右側にはね、矢印キーも存在していて、で、かつ、親指部分ですね、ここにも3つずつこうキーが並んでいるというようなね、形状になっているんですね。しかもこのキーボード、すごいですね。アルミ削り出しボディになっているわけですね。ものすごい重厚感があります。とんでもないですね。ということでね、そんなね、自作キーボードね、ものすごくたくさんこう設計していらっしゃる、サリチルさんと、そんなサリチルさんがね、手掛ける自作キーボードをね、愛用しているユーザーの皆さんからのね、熱いお声をね、合わせて、ご紹介しました。続いては、MKI さんから送っていただいた、クール 939V2 というキーボードです。紹介文ね、送っていただきましたので、見てみましょう。仕事用の机なのでちょっと綺麗じゃないですが、ここで使っているキーボードです。自分で設計した39キーの分割キーボード、クール 939V2 です。デザフェイスで購入した畳のパームレストがいい感じです。ということで、こちらシンプルかつ、大変コンパクトな、分割型キーボードという感じになっています。こちらお仕事用の机ということなんですが、あまりにもね、これキーボードがコンパクトなので、デスク上がものすごいなんか広々空間みたいになってますね。いやー、めちゃくちゃ気持ちがいいですね。しかもこの畳パームレスト。これもまたすごいアイテムですね。畳屋さんが手掛けるなんか新しいアイテムみたいなね、雰囲気がありますね。キーボード周りがね、一瞬にしてこう和風空間になっています。続いては T 宮島さんから送っていただいた、ポンシュ70というキーボードです。紹介文ね、送っていただきましたので見てみましょう。僕の自慢のキーボードは2022年9月に自作したポンシュ70です。左右が離れているけど、リストレストと一体化していて体への負担が少なく、コピペやアンドゥ、リドゥ専用キーを搭載していて仕事しやすく、持ち手がついているので持ち運びやすいです。ということで、こちらのキーボード、左右のキーがこう逆ハの字を描いていて、かつ大きな木の板にね、こうはめ込まれているようなね、ビジュアルをしたキーボードになっています。すごいめちゃくちゃ重そうですね。なんか文字入力をするときのね、安定感がね、もう桁違いでしょうね。しかもこちらのキーボードすごい面白いのが、上にね、これ取っ手がついているんですね。なので、なんとですね、こんな感じで楽々とこれ持ち運ぶことができるらしいです。すごい軽快にこれキーボード持ち運んでますけど、今キーボード以外何も持ってないなんか手ぶらみたいな状態ですからね、大丈夫かなってちょっと不安になりますけどね。個性強すぎますね。これを持ち運びやすいというのか言わないのかちょっとなんか怪しいところがありますけれども、めちゃくちゃいいですね。続いてはフースタンさんから送っていただいたコルネリウスというキーボードです。紹介文ね、送っていただきましたので見てみましょう。はじめまして、いつも楽しく視聴させていただいています。ありがとうございます。普段は自分で設計したコルネリウスというキーボードを使っています。こちらはローフリースイッチに対応した薄型のものですが、ボディがアルミ製なのでずっしりと重いのが特徴です。ガスケットマウントになっていて打鍵感にもこだわりました。ということでこちらロープロファイルというね、かなり薄型で、かつね、逆ハの字をね、描いているような、キーボードになっています。ご自身でこう設計されていて、かつね、かなりね、配列にもこうこだわりが感じられる、すごいね、尖ったね、キーボードになっているんですが、一方でこれビジュアルはですね、ものすごくね、シンプルになっていて、いいですね、この感じ。なんかギャップ萌えですね。しかもこれガスケットマウントが搭載されているということなんですよね。自分で設計するキーボードにガスケットマウントで搭載できるんですね。世界が広すぎて、
なんか全然イメージつかないですね。ただただこれね、めちゃくちゃ使いやすいんだろうなーっていう気がしますね。続いては、あたるのさんから送っていただいた、ムースというキーボードです。紹介文をね、送っていただきましたので、見てみましょう。自設計キーボードのムース 55mm 大型トラックボール一体型左右分割キーボード。もう自宅も作業もずっとこれということで、こちらのキーボード分割型かつねトラックボール搭載というキーボードになっているんですが、このねトラックボールがものすごい大きいんですよ。 55mm の大玉、これめちゃくちゃ操作しやすそうですね。僕自身ね普段からこう人差し指中指タイプのトラックボールマウスをね使っているんですけれども、やっぱりねトラックボールのね大きさって正確な操作と操作のねダイナミックさにこれ直結してくるので、これは本格的にねマウスを手放すことができそうなキーボードですね。やっぱりこれだけのこう大玉トラックボールをねキーボードに搭載してくれるっていうのはかなりこれ夢のある話でワクワクしますね。続いては KS ジャパンさんから送っていただいたIOというキーボードです。紹介文をね、送っていただきましたので、見てみましょう。自設計の IO という 65% キーボードを使っています。ガスケットマウントで磁石で脱着ができるキーボードです。非常に細かいデザインがポイントです。円安で未だに販売には至っていません。ということで、こちらのキーボード、一見すると、かなりね、シンプルな 65% キーボードに見えるんですが、デザイン性がね、すごいんですよね。キーボードのね、背面にこんな感じでね、デザインがね、こう入っているのはもちろんなんですが、キーボードケースのこの内側部分ですよね。普通だったらこれキーボードのこの基板とかを入れちゃって全くね見えなくなってしまうところにまで意匠がこう凝らされているわけですよ。細部に神を宿しすぎてますね。ガスケットマウントで磁石で脱着ができるキーボードというのがなかなか気になりますね。脱着できるっていうことはこれケースをこう簡単にこうポンと取り外せるみたいなことなんですかね。そうなってくるとなかなかこれ着せ替え要素みたいなのがプラスされてくるわけですね。すごいこれ気になりますね。いずれこれ販売される日がね来るのかもしれないですね。続いてはイリエさんから送っていただいたトラボ付き M というキーボードです。紹介文も、送っていただきましたので見てみましょう。自作キーボードのトラボ付き M を使っています。もともとケースは付いていないのですが、工房春さんの 3D プリンター製ケースを購入し使用しています。トラックボール付き無線分割式という欲張り日要望を満たしてくれる数少ないキーボードとして大変気に入っています。ということで、こちらのキーボードね、分割型で、かつ右手側にトラックボールが搭載されている、かなりね、これ欲張りスペックのキーボードになっています。こちらのキーボードね、積言さんという方がね、設計されている、自作キーボードなんですが、左右のこのキーボードの内側部分にですね、電池を入れるスペースがこう存在していて、なんだこれ、ワイヤレスでね、使えてしまうというね、夢のようなアイテムになっているんですね。めちゃくちゃいいですよね。僕もやっぱりこうやって分割型キーボード使っていますけれどもね、ワイヤレスでこれ使えたらいいなってね、これ毎日夢見る日々ですから。いやー、これすごい気になりますね。ぜひこれ使ってみたいですね。続いては、MSK さんから送っていただいたコルネ V4 チョコレート紹介文をね送っていただきましたので見てみましょう。コルネ V4 チョコレートをいろいろカスタムして使ってます。キースイッチはローフリーフローのゴーストスイッチをチョイスしました。打鍵音にもこだわっていて、内部に勇者工房のキーボードフォームを詰めています。界隈でおなじみのテンディングの方法も取り入れています。ということでこちらも分割型キーボードになっています。最近というほどではないかもしれないんですが、僕も現在愛用しているこの、コルネチェリー V3 というね分割型キーボードの、新作にあたるアイテムですね。特にこのチョコレートというのはその中でも、ロープロファイルのスイッチを搭載できるタイプのアイテムになっています。めちゃんこ欲しい。こちらV4 ということで、バージョンが1個こうね進化しているわけなんですが、この V4 になるにあたってキーボードケースというものがね新たにこれ登場して、ビジュアルがですねすごいなんかもう本当に既製品のようなねおしゃれ感をね醸し出すようになってしまったんですよ。めちゃくちゃね気になるんですよね。ただね残念ながらこれね現在売り切れ状態になっているので、入荷される日をね僕はこう待っているわけですよ。ちなみにこちらのキーボードねこんな感じでテンティングといって左右のキーボードを使ってお山を描いてみようというね試みがねこう行われています。テンティングするとね本当にこれ手首がねものすごいね快適な状態で文字入力できるようになるので、これに関してはもう全人類にこうやっていただきたいですね。続いてはムサキングさんから送っていただいたクロー44というキーボードです。紹介文ね送っていただきましたので見てみましょう。自慢の愛機はいつも輝いてい
いるクロー44になります。ソフト面、ハード面の両方でロマンを詰め込みすぎた結果、ノークロー44のキーボードライフになってしまいました。ということで、こちらも分割型キーボードになっています。結構ね、シンプルなね、キーボードに見えるんですが、実はこの内側部分にですね、拡張プレートというものをこう取り付けることができるね、仕様になっているんですよね。ちなみにこちらのキーボードには、ロータリエンコーダプレートというつまみなどのね、これ回す動作が行えるパーツというものがこうプラスでね、こう追加されているような状態になっています。カスタマイズ要素があるっていうのもね、なかなかこれ面白いキーボードになっていますね。またですね、これ親指部分のキーについても、これね、左右合わせて贅沢にこれ4つずつ存在しているので、これ操作感もね、ものすごくね、自由度が高くなりそうですね。これ結構個人的に使ってみたい感じがありますね。続いては、文鳥さんから送っていただいた、キーボール44というキーボードです。紹介文も送っていただきましたので、見てみましょう。はじめまして、はじめまして。Twitter での自慢のキーボードについての企画を拝見しまして、こちらにメールを送らせていただきました。文鳥と申します。自分の自慢のキーボードはこちらです。有名キーボードを KZ さんにロープロファイルかつ左ボール仕様で設計いただいたものになります。自分アニメーターという仕事をやっておりまして、左手デバイスとしても使用するのですが、左側にボールがあることがとにかく便利です。通常のキー入力に加え、左手でマウス操作ができるので、iPad で作画しつつ、接続している PC を操作したくなった時にペンを置くことなく操作ができてしまうので、作業効率がかなり良くなりました。絵を描く人すべてにおすすめしたい個人的究極のキーボードです。ということで、こちらはですね、今や結構定番アイテムのようになりつつある大人気自作キーボードです。こんな感じでですね、トラックボールが、搭載されているので、キーボードだけでね、マウス操作もね、行うことができるようになるというね、結構ね、快適なアイテムなんですが、こちらですね、なんとキーボードの左部分に、これトラックボールが、搭載されている仕様になっているんですよね。いや、これはね、すごいですよ。こちらの文鳥さんもね、おっしゃっていらっしゃったんですが、僕もですね、この分割型キーボードというアイテムをですね、絵を描くときの、左手デバイスとしてもね、こう使用するわけですよ。するとですね、絵を描くときに、左手でね、お絵描きソフトのキャンバスの回転とか拡大縮小なんかも行うんですが、その左手部分にトラックボールも搭載されていると、いよいよこれ、マウス操作も行えるようになるので、めちゃくちゃこれね、快適になるんですよ。もう快適とかいう話じゃないですね。無敵の環境になるわけですよ。なので、めちゃくちゃね、これね、羨ましいです。僕もこれね、めちゃくちゃ欲しいですね。いやー、ちょっとね、これはね、なんかずるいですね。僕は別にアニメーターでもなければ、イラストでね、飯を食っている人間でもないので、果たしてそんな無敵な環境を用意する必要があるのかと言われたら、全然ないんですけど、めちゃくちゃいいですね、これね。ぜひタイミングを見計らって、ちょっとね、手に入れたいなというふうに、思います。というわけで今回は、ズブズブキーボードコレクションと題しまして、皆さんが、普段愛用しているキーボードというものをね、とにかくノンストップでこう見てまいりました。まずは、ご応募いただいた皆さん、本当にありがとうございました。僕自身もね、自分のことをこうキーボード沼ズブズブ人間だと思いながらね、こう過ごしてきたんですけれども、いざね、これ普段こう動画を見てくださっている皆さんのね、これキーボードを見るとですね、本当にね、僕が言うのもね、なんなんですけど、怖いよ。ということで、こんなとんでもないね、キーボード環境に包まれながらね、生活されている方が僕の動画をこう見ているのかと思うとね、ちょっとなんか身が引き締まる思いではあるんですけれども、引き続きね、みんなで沼の中ね、楽しくもがいていきましょうと。正直ね、僕もですね、これも撮影している時間がもう2時間近い感じに、ね、なってしまって、もう僕自身もこれ疲れ果てているので、もううまいね、まとめの言葉がね、見つからないんですけれども、今後も楽しくキーボード沼にね、ズブズブに浸かりながらね、過ごしていこうと思います。あとは動画の高評価とかコメントとか、Q ツイート X のフォローなどなど、いろいろよろしくお願いいたします。それから、こんな感じで僕のチャンネルではね、キーボードにね、関する動画も定期的にね、投稿してまいりますので、今後もそんなキーボード関連の動画見逃さないようにですね、ぜひチャンネル登録もね、していただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。